proceed. Hey guys! トパトです。はい、第2弾です。今回はですね、トパトらしいって言われがちなメロディーの方をやっていこうと思います。うまく伝わるように頑張っていこうと思います。お願いします。はい、やっていきましょう。で、いきなりパワーポイントです。なんでって思うかもしれないんですけど、まあ実際聞いてもらうだけでもいいんですけども、それだと分かりにくいかなと思ったんで、ちょっと説明させてください。メロは弛緩と緊張でいい感じ。どういうことかっていうと、弛緩っていうのは予定調和、知ってる、で、安心感を生むものですね。で、逆に緊張は意外性、何もわからん、ツン、逆に緊張するというか、意外性がある部分ですね。で、これを交互にバランスよくやることによって、いいメロができる気がするんですよね。もうちょっと詳しく言います。弛緩ってどういうことっていうと、すでに出てきたフレーズの一部とか、完結した感があるメロとかコードとか、ジャーンって終わった感があるみたいな感じじゃないですか。このメロが来たなら、このまま駆け上がってほしいとか、聞き手の期待に沿うような展開ですかね。まとめて弛緩としました。で、逆に緊張は、今まで出てきたフレーズと違うやつとか、知らんコードと言ってますけど、意外性のあるコードですね。もう一個はちょっと僕はあんま使わないんですけど、コードとはちょっとだけ合ってないメロ。ジャズなんかによくありますね。楽しいで言うと多分、スレーバー先生とか割と詳しいんじゃないですか。さて、それを踏まえて曲を聴いていきましょう。今回はいわゆる一番盛り上がる部分ですかね。その部分に着目して解説していきます。という感じのフレーズです。基本的に僕メロ作るときって、すごいシンプルな音でやるんですね。ちょっと聞いてもらいますけど。みたいな。なんでかというと、このぐらいのシンプルな音色でいいメロって思わんと、編曲とかでごまかせちゃうんですよ。で、それを防ぐために、最初はシンプルなメロで作ります。すごい前衛的なメロにしたいときは意図的にピアノとかで作りますけども、そうじゃない限りはキャッチーなメロにするんで、こんな感じの音色ですね。で、このメロの中に、さっき説明した弛緩ポイントと緊張ポイントが散りばめられてます。順を追ってちょっと聞いていきましょう。まずは、っていうのがこのメロディーのメインのテーマですね。これを繰り返していくみたいな感じになります。続きを聞いていきましょう。ここは完全に一緒ですね。で、次。はい、いきなり知らんもんが流れてきました。知らんとはいえ、コード的に変なこともしてないので、ちょっとした緊張ぐらいですね。前半の簡単なクエストみたいな、そういうイメージです。の後に、後でコードと一緒に聞いてもらったらわかるんですけど、ここで一回完結した感じになるので、さっき説明した終わった感のあるコードとメロになってます。なので、ここで弛緩に回帰するといった感じですね。で、この後また聞いていきましょう。で、しばらくはこんな感じで変わんないんですけども、はい、ここですよ、ここ。F がですね、ファの野郎が最大の裏切りポイントですよ。前半聞いてみましょう。そう、って、前半では分かりやすいコードと分かりやすいメロだったのが、半音下がっていきなり、裏切りになるっていうね、もうここは一番の緊張ポイントですよ。で、その緊張ポイントを抜けた後に、知ってるメロがあって、若干安心するんですけども、めっちゃ上がったねっていう第2の裏切りポイントですね。このフレーズが出てくるの2回目で、1回目の時はこの裏切りないんですよ。でも、ここで裏切っちゃう。どんどん緊張した後に、最終的に、知っとるわーっていうメロで終わるっていう、弛緩と緊張を行ったり来たりするようなフレーズになってますね。で、それにコードを乗っけます。メロにどうやってコードを合わせるかなんですけども、自分の頭の中にバンクというか、コードのバリエーションを持っておいて、このメロだったらこれが合うかなっていうのをおおよそ予想をつけて当ててます。例えばこの曲だったら、いわゆる王道進行とかそういうものも合うと思うんですけども、それよりはもうちょっと暗い感じというか怪しい感じにしたかったので、今回は4561っていう感じのコードですね。すげえ細かいこと言うと、メジャーキーで考えると、ここ6のマイナーから1のメジャーに行ってるんで、金属なんですけども、これマイナーキーなんで、マイナーキーで言うと1から3にやってるんで大丈夫です。で、コードがあったものを軽く聞いてもらいましょう。っていう感じになります。それをシンセに乗っけたものが完成なんですけども、シンセの音色とかは第3回で改めて解説しますんで、こうご期待って感じですね。では完成したものを聞いてもらいましょう。
はい、という感じです。第2回メロでした。第3回次はですね、音色編、パートライトの音色を軽くですが説明します。次もぜひ見てください。バイバイ。